んにちは、書道家のしおりです。今日は書道用語を新たに入手しましたので、今回は、そのレビューをですね、使いながら、お伝えをしていこうというふうに思います。今回買ったものは、まず筆が2本と、あと紙ですね。紙は全部半紙なんですけれども、これをですね、4種類購入しました。それと、墨は、墨液のものと、あと固形のもの、これを1つずつ購入しましたので、これらのですね、ちょっと実際に使ってみて、感想とかを交えながらお伝えしていこうかなというふうに思います。で、これらの商品はすべて通販で購入しましたので、その URL もですね、概要欄の方に貼っておきます。もし気になるようでしたら、そちらからもですね、ぜひチェックをしてみてください。はい、ということで、この後からですね、実際に商品をご覧いただきながら紹介の方していこうと思います。紹介する順番なんですけれども、まず最初に筆、そしてその次に墨、そして最後にですね、半紙をご紹介していきたいと思います。はい。ではですね、商品を紹介する前に、まだ新しい筆を下ろしていない状態なんですね。なので、ここで商品紹介をする前に筆の下ろし方もですね、ご紹介していきたいなというふうに思います。まず、新しい筆ってこういうキャップがですね、ついてるんですけれども、こちらも一回外していただいて、その後は基本的には使うことはないと思いますので、破棄していただいていいと思います。もしですね、持ち運びをするようなことがある場合は、この先を切って、通気性を良くして、このようにですね、筆がバラバラにならないように筆を守るための保護として使う方もいらっしゃるようですので、そんなこともですね、参考にしてみてください。ではですね、下ろし方なんですけれども、指で力を加えてほぐすようにしてしまいますと、この筆の毛がですね、折れてしまったりとかする可能性もありますので、おすすめな方法としては、ぬるま湯を用意していただいて、ちょっとずつほぐすというのが良いかと思います。ちょっとですね、容器が小さいんですけれども、もうちょっと大きいものでも良いかと思います。このように水につけるとですね、すぐにですね、柔らかくなっていきます。今用意しているのは、熱くないぬるま湯ですね。ちなみになんですけれども、ほぐす部分ですね。この通常、楷書とか書くようなもの、大筆とか、中字筆あたりも、ね、同じなんですけれども、そのような類の筆は根元まできちんと下ろしていただいた方が、全部ですね、墨含みも良くなりますので、全部ほぐすという形が良いかと思います。お筆とか、あと金用の筆とか、そういったものは全部下ろしてしまうと、繊細な線とかが描けなくなってしまいますので、本当にですね、先の方だけ、ちょっと様子を見ながら、ちょっとずつ下ろすのがいいんじゃないかと思います。だいぶほぐれてきましたね。はい。このようにほぐれましたら、水分を拭き取ります。これは別に紙ではなくても大丈夫です。布でも大丈夫です。今、綺麗なのを使ってしまってるんですけれども、書き損じの紙とかですね、そういったものもですね、活用できるので、それらのもので、水分を拭き取るということをしてみてください。で、その際にですね、あまりまたギュッとやらなくても大丈夫なので、このようにですね、だんだん水分がなくなってきたら完了です。そしたら、筆先をきれいに整えます。このようにしたら、筆先を下に向けて、乾かす、乾燥させるということをしてみてください。はい、それでは先ほど洗った筆を紹介していきたいと思います。まずこちらなんですけれども、これは、所有さんで購入した筆になります。東中という商品名になりまして、こちらはですね、基
基本的に柔らかい羊毛がメインというふうになってまして、この穂の太さに対して、ちょっと長めの、長方筆の類に入っていますので、どちらかというと、中級者から上級者向けということで分類をされていました。また、羊毛のですね、この柔らかい毛の中に髭が入っているので、弾力があるのが特徴というふうに書いてあります。その髭なんですけれども、羊毛のですね、尾の方の毛のことを言うんですけれども、他の場所に比べて硬いのが特徴というふうになっています。なので、羊毛なんだけれども弾力も感じられる筆ということで購入をしてみました。そしてもう一つがこちらになります。はい、これはですね、受講堂さんですね。受講堂さんで購入をした商品になります。朝日という商品で、サイズとしては大ですね、になります。で、こちらは見ていただいた通り、この筆と違って茶色いですけれども、これはイタチ毛を使った筆になります。で、イタチのですね、弾力性がありますので、留めとか羽とか払いが表現しやすいということで購入をしてみました。で、太さとしてはやっぱりこっちが中で、こっちが大になるので、穂の長さはそんなに変わらないんですけれども、ボリュームとしてはやっぱりこっちの朝日の大という方がボリュームがあるのかなということで、多分墨含みもこちらの方があるので、太い字を書くにはいいのかなというふうに思っています。はい。ではですね、こちらの筆をですね、ちょっと実際に使って感触を確かめてみたいと思います。まずこの羊毛の方ですね。こちらになります。通常の線を引くことももちろんいいんですけれども、ピンピンに弾力、弾力自体はですね、すごいあるんですよ。書きやすさもあるんですけれども、やっぱり用途としては、このようにですね、すごく抑揚が出しやすいんですよね、柔らかい分。なので、楷書というよりは、行書的な感じ。なんかこういう行書で表現を出しやすいのかなっていうふうに思いました。なので、なんかこう、もちろん楷書もですね、楷書もいい感じですね。楷書ももちろんいいんですけれども、なんかこう、行書の方が、なお筆の良さみたいなところが出やすい、使いやすいというか、そっちにですね、活かしていける筆なんじゃないかなというふうに思いました。で、サイズ的にはですね、この筆の、結構これは太く書いたんですけれども、そこまですごく太い線が書けるっていうようなボリューム感ではないので、半紙であれば4文字から6文字ぐらいの字を書くのに適しているんじゃないかなというふうに思います。はい。では続いて、こちらのイタチ毛の筆ですね。朝日をちょっと試していきたいと思います。そうですね。弾力がすごくあって書きやすい。こういう、なんていうんでしょう、楷書っぽい線はなんかすごく安心して書ける気がしますね。で、今結構固めの線を描いちゃったんですけれども、どうですかね。行書っぽいのも多分すごく良さげな気がします。とか、あと線もこんな感じで抑揚出しやすいですね。どうでしょうか。なんかすごく思ったのは、こういう線を引いた時の形が、柔らかいなっていうふうに思ったんですね。
すごく、キンキンの、こういう毛先、こういうのが、そこまで出にくい。筆をちょっと寝かしてしまうとまた別なんですけれども、ちゃんと立てて書くと、こういうキンキンというよりは柔らかいような線が描きやすいなっていうふうに思ったのと、あとですね、そこまでブレないで描けるような気がしますね。そういう意味では、楷書とかはすごく安心感があるような気がしました。で、先ほどのやっぱり羊毛と違うというところは、羊毛ってやっぱりですね、柔らかい分、書いている時のちょっとしたブレが出ちゃうんですね。そういい意味では呼吸をですね、しながら書けるような字なので、先ほど書いたみたいな行書とかにはすごい適しているんですけれども、どちらかというと、もちろん毛がですね、全然違うので、用途も変わってくるんですけれども、その羊毛に比べると、結構ですね、しっかりした字が書きやすいような気がします。書いていくとですね、またちょっと変わってくると思うんですけれども、第一印象そんな感じがしました。またですね、サイズ的には、結構太い線もですね、きっと書けるので、書いてみましょうか。そうですね、太い線もすごい書きやすいので、これはサイズとしては大になるので、半紙で言うと1文字とか2文字とかもすごい書きやすいサイズになるんじゃないかと思います。ただこうやってですね、筆を立てて書いてみたりすると、4文字ぐらいまでは全然書きやすいのかなっていう意味では、すごく用途、幅広い用途に使えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではですね、墨を紹介していきたいと思います。今回買ったのは、この固形の墨ともう一つ木液になるんですけれども、まず固形の方の墨になります。こちらの固形の墨も所有さんで購入をしました。オンラインで購入ができます。以前ですね、私がおすすめする書道専門店のところでもご紹介をしておりますので、よろしければそちらもご覧ください。で、今回買ったものは、百楽という商品になってまして、小梅園さんで作られているものになります。サイズはですね、今回一丁型の小さいものにしました。で、この百楽の特徴は、説明があったので、簡単にご紹介しますと、長年にわたる経験で開発された油煙と上質の二皮で作られた墨です。濃墨時のにじみが美しい墨、早く濃くなります。ということで、用途としては一般の実用品とか、常服用として愛用されているものになります。で、分類としては油煙木ですね。そして、墨の色としては濃い黒だったり、強い墨、強い黒かが特徴で、淡墨の場合は紫色に青が混じるということで、どちらかというと赤系というよりは青系の色味になるのかなというふうに思います。はい。では、木液の方なんですけれども、こちらもですね、所有さんで購入をしまして、呉竹さんの木液になります。こちらはですね、二皮系のものになります。木液にはですね、二皮系のものと樹脂系のものの種類が大きくはですね、2種類あるんですけれども、今回購入したこちらの商品は二皮系のものということになります。で、二皮系の特徴としましては、固形の炭もですね、二皮で作られていますので、固形の炭と混ぜて使うことができるというところが、私にとってはメリットかなっていうふうに感じています。で、こちらの商品なんですけれども、色がですね、純木というふうに書いてあるのと、その二皮系のものであるんですけれども、その中でもですね、お値段的にも買いやすい値段だったので、ちょっとですね、試しに買ってみました。はい。ではですね、実際に使っていきたいと思います。まずちょっと墨をすります。最初にするときってなんかちょっと緊張しますよね。もったいないなってちょっと思っちゃったりとかするんですけれども、はい、吸っていきましょう。はい、それではですね、固形の墨をすりましたので、ちょっと感触を確かめてみたいと思います。
使うのはこの羊毛の方の筆でですね、字を書いていきたいと思います。はい。百楽っていうこの墨の名前。この楽しいという字をですね、ちょっと書いてみました。いかがでしょうか？結構ですね、そんなに一生懸命すらなくてもすぐ墨が降りる感じがあって、今ですね、このぐらいなんですけど、使ってすぐ折りましたし、色もですね、すごく綺麗な黒色が出るんじゃないかと思います。墨なので、硯との相性とか、あとですね、この紙自体も滲みにくい、後からご紹介をする白鷺という紙になるので、そういう意味ではですね、ちょっとこの滲みかけてるけどそこまで広がらないっていうところの相性とかもあると思うんですけれども、こんな感じでですね、すごく使いやすい墨なんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひですね、ご参考にしてみてください。では続いて墨液の方を試していきたいと思います。筆はですね、この板チゲで、ちょっと書いていこうと思います。でこの名前が純木だったので、黒っていう字を書いてみたんですけれども、しっかりとですね、黒色が再現されているというか、出てるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、すごい使いやすいですし、ニカバ系っていうことなので、固形のですね、墨とも合わせて使うことができるということで、例えば、固形の墨を吸ったけど、ちょっとだけ薄くなってしまったみたいな時ももちろん使えますし、表現的にですね、固形の墨と混ぜることで何か表現にプラスアルファをする時とか、そういった時にも使えるっていうところがすごくメリットかなっていうふうに思います。はい。ではですね、半紙についてご紹介をしていこうと思うんですけれども、今回ですね、4種類買ったんですが、半紙ということで購入する目的としては、書きやすさっていうところだったので、特徴としては滲みにくいものっていうところで選んでいます。っていうのと、あと、定価的にもですね、すごく高級なものというよりは、通常ですね、日常的に使いたいというふうに思ったので、全部今回機械式になります。はい。ではですね、簡単に種類を説明していきたいと思います。まずですね、上から白鷺というものになって、これだけですね、500枚入りでちょっと他のものより多かったんですけれども、こちらはですね、受講堂さんで購入したものになります。紙としてはですね、普通の標準的な白色になっていまして、結構ですね、厚みがあるものですね。で、この紙はもう実際に私使っているんですけれども、すごくですね、墨をたっぷりつけても滲みがしにくいんですね。なので、そういう意味では、ここまでですね、その墨の含みにですね、慎重にならなくても書きやすく、書道らしい線が引けるっていう感じがしています。そして、他の紙なんですけれども、長楽っていう紙ですね。これもですね、機械付きになりますね。で、これもですね、滲みが少ない紙質になるのと、紙自体にですね、結構厚みがあって、このようにですね、こっちに比べると厚みがあって、紙自体に抵抗感があるということなので、そういう意味でもですね、ちょっと楽しみに使ってみようと思います。そして3つ目が、
これは書道1番という紙ですね。これはですね、なんか学童用の漢字向きっていう風に書いてあったんですけれども、このレビューが良かったので、ちょっと試しに買ってみました。で、最後に、この指という商品を購入しております。で、特徴としてはですね、他の紙に比べて若干クリーム色が強いかなっていうところだと思います。で、これもにじみが少なくて、紙の抵抗感があるというふうに説明がありましたので、そのあたりをですね、ちょっと楽しみに使ってみたいと思います。では、この後ですね、ちょっと実際に書いて感触を確かめていきたいと思うんですけれども、今回使う筆は、この2種類のですね、ご紹介をしたもののうち、こちらの羊毛の方を使っていきたいと思います。で、羊毛なので、あまりその楷書を書くというよりは、ちょっとですね、私がよく書いているような創作的な、若干ですけれどもね、そういう色を入れた漢字を書いて、ちょっと感触の方を確かめていきたいと思います。はい、ということで、今回は4種類の半紙に、こちらの羊毛の筆を使って、空っていう字を書いてみました。で、ちょっとなかなかですね、書いてみた感じ、これは私の所感になるんですけれども、すごく決めがたいですね。で、特徴は、でも、そう言いながらも結構ありまして、紙のですね、表面がすごくつるっとしているなっていうふうに思ったのは、長楽と書道一番ですね。で、この中で一番紙の厚みがあるなと思ったのは、長楽かな。これが長楽でした。ごめんなさい。なので、長楽が多分一番紙の厚さがあります。こんな感じ。結構ですね、裏も本当和紙っぽい感じがあるので、もしかするとこっち側に書くと創作的な味っていうところが楽しめるのかもしれないって思ったりします。なので、つるっとはしてるんですけれども、紙の厚みがあるので、多分その墨の深さ、みたいなところが表現できて、立体的な感じも出てきたりするかもしれませんね。で、私はですね、でもあんまりこうつるっとしているよりも、ちょっとマット気味な紙の方が好きなので、本当にこの私の独断と偏見というか、私の意見でしかないんですけれども、白鷺と優美が、いいなっていうふうに思いました。で、あと違いはやっぱり優美って見ていただいた通り、ちょっとこう黄身があるんですよね。で、白鷺は、名前の通りですね、結構こう白いですね。そういう意味でお好みがあるかなっていうふうに思いました。書き味的にはそんなに違いがないかなっていうふうに思います。あとはですね、やっぱりそれぞれ価格が違いますので、用途に合わせて選んでいただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は新たに購入をした用具のレビュー動画をお届けしました。用具の場合は使ってみないと
その感触みたいなところはなかなかわからないと思うんですけれども、もしですね、購入するような機会がありましたら参考にしていただけますと嬉しいです。でまた、その筆だったりすると、最初に使った時とまた使い込んでいくうちに感触が変わったりとか、紙であれば少しの期間ですね、置いておくと、書いた時の墨の表現とか、表情が変わってきたりとかもしますので、そんな変化もですね、楽しみながら扱っていけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでまた動画の方ですね、頑張って出していきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。